日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。このポッドキャストでは、皆さんの耳を日本語耳にするために、自然なスピードで自然な日本語でいろいろなことについて話していきます。今日のトピックは、自分が大人になったと感じるときです。日本語耳ポッドキャスト。どうですか？皆さん、元気ですか？私は最近太陽が足りてないです。ヨーロッパの1月2月ってちょっと気分が落ち込みやすい気がするんですよね。12月はまだクリスマスがあって楽しい感じがあるんだけど、それ終わっちゃうとただ寒くて暗い冬みたいな感じになって、ちょっときついですよね。ビタミン D を取った方がいいって言われてるから、そのサプリを飲んでるんですけど、でも効いてるのかな？なんかいまいち実感が湧かないです。とにかく私は日本の冬晴れが恋しいです。冬晴れっていう季語があるぐらい、日本の冬って晴れが多いんですよね。晴れの日が多いです。日本海側は雨とか雪が降ることが多いかもしれないんですけど、太平洋側は晴れの日がね、多いですよ。皆さんの住んでいるところは今どんな天気ですか？ちゃんと太陽浴びれてますか？今日のトピックは自分が大人になったと感じるときについてなんですけど、このトピックについて話そうと思ったきっかけは、JLPT の練習問題に出てきたからです。JLPT の読解って意外に面白いもの多いですよね。特に長文の問題とかだと結構考えさせられるようなものもあったりして面白いなと私は思っています。今日のトピックも読解の問題だったんですけど、面白かったので、ぜひ今日は皆さんとそれについて話したいと思います。私は自分自身のことを大人になったなーって感じることって正直あんまりなくて、逆にまだまだ子供だなーって感じることの方が圧倒的に多いんですけど、でも今回振り返ってみて、まああれが一つの区切りだったかなっていうふうに思う節がいくつかあったので、それをシェアします。私が大人になったと感じるとき。一番最初は車の免許を取って初めて一人で運転してどっかに行った時ですね。これどうですか？わかるっていう人いるんじゃないですか、結構。ちなみに皆さんの国では何歳から自動車の運転免許が取れますか？日本では18歳から自動車の運転免許が取れます。私は19歳の時に取りました。初めて助手席に誰も座っていなくて、一人で運転して、ちょっとどこ行ったんだったかはもう覚えてないんですけど、その時にどこかに行って、で、その時に感じた大人の気分みたいなのはよく覚えています。別に自分の車を持っていなくて、家族の車を使わせてもらっていたんですけど、それでもなんか自分で運転してどこへでも行けるってなった時に、自由だなぁと思いました。自由で、あとすごくなんか自立している感じがした。本当は全然ね、まだまだ自立なんてしてなかったんですけど、そんな気がしたもんですね。19歳ってね、私にとって、もしかしてだいぶ大人への階段を上った時期だったかもしれないんです。免許を取ったのもその頃だし、その後には半年間アメリカのサンディエゴに留学もしました。日本を出て初めて長期間海外で生活して、英語で生活して、新しい友達をたくさん作って、文化の違いに戸惑ったりして、毎日が必死だったんですけど、でもすごい楽しい、濃い時間でした。ホストファミリーとじゃなくて、現地の学生と一緒にシェアハウスで住んでいたっていうこともあったからかな、自分がすごく大人になった気がしていました。しかも実際に20歳を迎えたのもその留学中でした。日本では今成人年齢18歳に下がったんですけど、当時は成人年齢が20歳、20歳だったので、日本人にとって20歳っていうのはかなり大きな人生の節目であるんですけど、その誕生日を迎えたのも留学中でした。その誕生日当日にはね、タトゥーを入れたりなんかしちゃってね。タトゥーについてはちょっと別のエピソード作りたいと思っていますけど、はい、その時にお話しします。で、そのすごい楽しかった、そしてちょっと自分が大人になっている気がした留学生活も、6ヶ月だけ、半年間だけだったので、結構すぐに終わっちゃって、本当は帰りたくない、もっと残ってたいってすごい思ったのね、その時。でも日本の大学も卒業しなきゃだったからね、日本に帰りました。で、留学から日本に帰ってきて、その後ももちろんいろいろ一人暮らしを始めたり、大学を卒業したり、で就職して、だから社会人になったりっていうようないろいろな少しずつ大人へのステップみたいなのを踏んでいったんですけど、でも本当の意味で大人に近づいたっていうのは、もしかしたら
今回よく考えてみたら、結構最近のことだったかもしれないとも思っています。ヨーロッパに移住してから3年経ったぐらいかな。だから今から4、5年前ぐらいのことなんですけど、なんかそのぐらいになって、やっとって言ったらやっとなんですけど、自分一人の人生だけじゃなくて、パートナーと一緒の家族としての生活っていうのがすごくしっくりくるようになりました。自分の都合だけじゃなくて、相手のことを考えて生活を回していくっていうのが、頑張ることというよりも、なんか当たり前のことになったんですね。生活リズムを整えて、なんか日々の買い物とか、家事とか、犬の世話とかね、私犬飼ってるので、そういう細かいことを一つずつやっていって、毎日同じようなことをちょっと繰り返していくうちに、なんかある時ふと、あれ私って結構ちゃんと生活してるなと思った瞬間がありました。もう気づいたら午後11時ぐらいにはもう普通に眠くなって寝てるし、昔実は大好きだった夜遊びみたいなのも全然恋しくないし、仕事、家事、ペットの世話で一日が回っていて、なんかこう地に足がついた生活っていうんですかね。うん。前まではこう刺激が多いイコール楽しいみたいな感覚があったんだけど、この頃ぐらいからもう派手さが全然ない地味でちょっとつまらないような生活、平凡な生活を楽しめるようになってきました。だからちょっと大人になったかなと思ったりしています。でもこれただ年取っただけかもしれませんけどね。はい。大人になったんだなっていうことにしています。あとはこれもここ数年の話なんですけど、自分と向き合う時間っていうのをすごく持つようになりました。意識的に取るようになりました、そういう時間を。自分がどういうふうに生活したいか、自分って何が好きで何が嫌なのか、自分は何をやりたくて何をやりたくないのか、自分にはどんなリズムで生活していくのが合っているのか、そういうことをもっと真剣に考えるようになってきたし、無理も極力しないようになりました。なんか嫌だったり気分が乗らないことは本当極力やらないようにしてるし、たまには嫌でもやらなきゃいけないことはもちろん、人間生活していればあることなんですけど、でも本当できるだけやらないようにしています。だから前よりもずっと自分の気持ちに素直に行動できるようになりました。すごく華やかで刺激的でキラキラしている生活っていうよりも、そういうふうにちょっと自分を大切にする生活っていうのを好むようになってきました。で、それが結構丁寧に生活することにつながっているような気がして、自分のことも含めて一つ一つ丁寧に生活していけたらなと思っています。でもそんなこと言って、いろいろ大人になったな、大人になったな、なんて思う瞬間があるっていう話を今日しましたけど、その一方でね、全然大人じゃないな、私、もう35歳なのに何やってるんだろうな、子供だなって思うことは山ほどあります。一つ例を挙げると、時間の管理が私は本当に下手です。もう自分で嫌になっちゃうぐらい。まず、早起きが苦手ですね。朝弱いです。もう昔からそうですね。私は夜型人間で朝弱いんですよ。ただ、朝型人間になりたい夜型人間なので、頑張ってはいるんですけど、朝きついです。朝7時前に起きるのがきつい。朝だいたい7時には起きるようにしているんですけど、本当言うともうちょっと早く起きて、朝いろんなことをしたいなと思ったりもします。あとは、今日これやろうって思ってることがあっても、結構なんか予定が崩れてしまったりとか、気づいたら、本当は予定してたことじゃなくて全然違うことをしてしまっていたり、仕事も締め切り近くまで結構先延ばしにしちゃったりして、そうギリギリになって焦ってちょっとパニクりながら終わらせたりとか、出かける時もちゃんと余裕持って家出たいっていつも思ってるのに、どっちかっていうとやっぱ5分遅れぐらいの方になってしまったりとか、そういうこと、もうね、今までの人生で何回もそういうことをやってしまって、直そう直そうって思っているんですけど、そういう部分に関してはまだまだ大人になりきれてなくて、子供だなと思う部分たくさんあります。でも完璧な人なんていないし、完璧であることが大人だっていうわけでもないし、むしろ不完全な自分とうまく付き合っていけるようになるっていうのが大人なのかな、なんて思ったりもします。で、ちょっと深い話になりましたけど、染みましたか？どう？はい。どうでしたか？今日のエピソード。ちょっと今日短めかもしれないんですけど、皆さんの忙しい毎日の中で少しでもこのポッドキャストがリフレッシュになったらいいなと思ってます。
日本語耳ポッドキャストは YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。トランスクリプトと英訳はウェブサイトから見ることができます。マリエヌカヤ .com/日本語耳をぜひチェックしてみてください。マリエヌカヤ .com/日本語耳です。そして、この日本語耳ポッドキャストをより多くの人に聞いてもらいたいので、ぜひレビューを皆さんしていただけると本当に助かります。よろしくお願いします。日本語耳ポッドキャストは毎週木曜日の更新です。じゃあまた来週。じゃあね。